はるチャンネルの片岡はるみです。こんにちは。今日は災害時の備蓄についてちょっと紹介したいと思います。で、今回は備蓄といっても食材編、料理に関わるものだったりの備蓄を紹介していけたらなと思っています。2024年になってすぐに地震があったりとか、私自身も2022年にこの岩手県釜石市に引っ越してきて、やっぱ被災した場所に来たからこそ考えさせられることも多かったり、その被災した跡が残っていたり、あとお話を聞いたりとかして、やっぱり他人事じゃないなっていうのが本当に実感してあって、ここ1年半ぐらいで災害の備蓄について勉強したりとか、人に聞いたりとかしたので、我が家流の食材の備蓄を紹介していけたらなと思っています。結構災害について、考えたくないなとかってもちろん起こってほしくないから思って、結構後回しになっちゃったりもすると思うんですけど、私も実際そうだったんで。だけどやっぱり日本っていうのは災害が多い場所なんで、ちょっと真剣に考えていきたいなと思っています。それではレッツゴー。うちの食材の備蓄はこんな感じです。ちなみに今回は仮設住宅とか避難するっていうわけじゃなく、自宅で過ごせることを想定した食材紹介です。で、大体今まで3日分用意すればいいと言われてたんですが、最近では結構災害状況とか重いものも多くて、1人7日分準備しておくといいと言われてます。で、うちは4人家族なんですけど、まだ子供がちっちゃいので、だいたい2人子供が2歳と4歳でいるんで、だいたい2人で大人1人前食べるか食べないかぐらいを一応想定して準備しました。こういう備蓄っていうのは家の1箇所に備蓄しておくだけじゃなくて、そこが例えば水で濡れちゃったりとか潰れちゃって取れないっていうのも想定して、家の何箇所かに分けておくといいそうです。で、ちなみにこれはクローゼットの中にしまっているもので、キッチンにももうちょっと備蓄しているものがあります。で、私が今回こういうものを選んだ基準として、いつも食べ慣れているものっていうのが大事だそうです。やっぱり災害にあった時に気が動転していたり、やっぱりいつもと平常時ではないと思うんです。いろいろ不便なこともあって。でも食事だけは慣れ親しんだものっていうのがあると、やっぱり心のどこかに余裕ができたり、癒されたりとかして、やっぱいつも食べてるものって大事だそうなので、割と全部食べたものあるもので揃えてます。で、ガスボンベ、これカセットコンロ用で、これ他にまだこれが同じのが1パックある状態で9本準備してます。で、あとここら辺は
こうアルファ米もいろんな味があるんです。わかめご飯とか、これは普通に白米で、チキンライス、きのこご飯、エビピラフ、あとねおかゆもあって、それもいいなと思ったんですよ。もし体調を崩してる時とか、ちょっと食欲がないなっていう時にも、こう白米だけじゃなくてこういうおかゆとかあったらいいなって思いました。で、ちなみにこのアルファ米のこれは Amazon でこれ1セットで売ってました。でこれを購入して、あとは無洗米、これ5キロかな、5キロの無洗米、お餅、お好み焼きの粉、米粉パウダー、ホットケーキミックス、パスタの麺、カレー作れるように子供用と大人用、切り干し大根、乾物類、ペンネ、そうめん、うどん、あとここはレトルトです。無印のレトルトです。でコーンスープ、あとここは缶詰類、あとお湯入れるだけで食べれるラーメンと、これビスコの缶、ここら辺の缶詰とかコーンスープとかもただコーンスープだけ飲むっていうわけじゃなくて、お米と合わせてリゾットにしたりとか、ここら辺の缶詰もこれだけで食べてもいいんですけど、例えば乾物類と混ぜて副菜作ったりとかっていうのを工夫しながらやっていきたいなと思ってるのと、あとやっぱりこういうガスボンベとかもいつなくなるか分かんないから、なるべく節約したいじゃないですか。だからこういう風に早茹でのパスタを買っといたりしました。今って割とね、早めに茹で上がるパスタが結構ほとんどそれが主流になってきてるのかなっていうので、こういうのもいいなと思ってやりました。あと水も限りあるので、お米はいつもはお家で使ってるのは無洗米じゃないんですけど、災害時用は無洗米にしてます。これだけじゃなくて冷凍庫の中も野菜を切って入れておいたり、肉、魚っていうのも十分なその備蓄になるので、そういうものは日々こうストックしといて、使ってまたストックしといてって言って、こういうのを何て言うんだっけ、ローリングストックでこう古いものを使って新しいものをこうどんどん補充していくっていう方法、それも備蓄につながるっていうんで、これだけじゃなくって、冷凍庫の中っていうのも大事になってくるのかなと思ってます。でこの他にまた今度調理する時に湯煎調理に使用できるこういうパックを使ったり、こういうのを用意しておくと鍋が汚れずに済むので、その分水が節約できたりするっていうので、結構この袋も100枚入りの準備してます。割り箸もこうね、聞いた人の話によると、やっぱこの湯割り箸も使い回してこう一つのバケツでこうその水の中で洗うって言ってて、やっぱちょっと割り箸も持っといた方がいいなっていうことで準備してます。こういうお皿だったり準備してて、ビニール手袋、軍手で袋、こういうのも水を汲んだりとかっていうのにも使えるそうなので、ゴミ捨てるだけじゃなくてお皿に引いたりとかして
お尻にも敷けるしね、そういうのを考えて、これすごいなと思ったのが、ここまで食材準備できるかわかんないんですけど、鍋できるから、これでスープ作ったりとかもできるなと思って、これ使い捨てのアルミの鍋を買ってみました。3枚で20センチ。本当は災害とかが来ないのが一番なんですけど、やっぱ日本はどうしても災害が多い国なので、少しでも不安とかが減ればいいなと思って準備してます。で、他にもここにはないですけど、紅茶とかお茶とかっていうのも、温かいもの飲んだりとか、ハーブの香りで癒されたりとか、コーヒー飲んでほっと一息つくっていうのもとっても重要だそうです。なので我が家も結構多めにお茶類とか紅茶類は買って常備してます。あとサランラップ、アルミホイルも皿の上に引いて、食事食べて、それでアルミホイルとか、サランラップ捨てるだけでいいように、サランラップ、アルミホイルも常備してます。なるべく日常に近づけるっていうことで、自分のね、精神とかも保たれると思うので、これからもね、災害のことは考えたくないけど考えて、自分で向き合いながら準備したり、うまく古いものは食べて新しいものを足したりっていう風にしながら備蓄はしていきたいなって考えてます。こんな感じで我が家の災害時の備蓄を紹介しました。最後までご覧いただきましてありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではしたっけねー。